日本人とユダヤ人。日本人はどこから来たのか知っていますか？実は日本人のルーツはよくわかっていません。日本人の DNA は中国や韓国の人とはかなり違います。ロシアや台湾の少数民族と共通する部分が見られます。同じ Y 染色体 D 系統を多く持つチベット人とはかなり近いと言えます。D 系統は DE 系統から変異したものです。同じく DE 系統から変異した E 系統はアフリカや中東に多く見られます。日本は世界で一番東にある国です。もし世界のどこかから人々が東へ逃げた場合、最後にたどり着く場所が日本です。他の地域で失われたものが日本にだけ残っているということは少なくありません。人々がモーセと一緒にカナンの地を目指した話はよく知られています。彼らはイスラエル王国を建国しました。ダビデ王の時に12の氏族が統一されました。次のソロモン王が亡くなった後、北王国と南王国に分裂しました。その後、アッシリアが北王国を滅ぼして支配者層を捕虜にしました。紀元前722年のことです。指導者を失ってバラバラに散っていった北王国の人々を、南王国の人々は失われた十氏族と呼びました。彼らはどこへ行ったのでしょうか。東へと移動した人々は、アフガニスタンやエチオピア、インドや中国まで行って定住しました。中国河南省開封市には、漢王朝時代にユダヤ人がインドから来たと書かれた石碑が発見されています。近年、インドとミャンマーの国境近くに住んでいた部族が、十氏族の一つ、マナセ族の末裔であることが認定されました。しかし、失われた十氏族については、まだまだ多くの謎が残されています。日本で初めて公式に編纂された歴史書、日本書紀にこんな記録があります。第15代王神天皇の14年目、秦氏と呼ばれる数万人の人々が大陸から亡命して日本に帰化しました。彼らはシルクロード沿い、現在のウイグル自治区にあったユズキの国を経由して日本へ来たと言われています。ユズキ、つまり弓の形の月です。これは中東で昔から愛されていた三日月ではないでしょうか。王神天皇は古墳時代の天皇ですから、秦氏が十氏族の末裔だったという証拠を探すなら、神社や古墳を見た方がいいでしょう。古墳時代の埴輪には、高い帽子、豊かなあごひげ、長いもみあげがあって、ユダヤ人に見えると言われるものがあります。山伏の装束は、ユダヤ人の装束によく似ていると言われます。天照大神を祀る伊勢には、六芒星の神紋を持つ神社がいくつかあります。また、日本神話と聖書を比べてみると、たくさんの類似点を見つけることができます。日本人とユダヤ人の祖先は同じではないかという日ユ同祖論を唱える人たちがいます。京都の祇園祭は
もともとシオンだったのではないか。みこしはアークで、上の鳥はケルビムではないか。など、いろいろな仮説が議論されています。DNA で見た場合、現代の日本人とユダヤ人に類似点はほとんど見られません。とはいえ、血縁がなくてもユダヤ教に改宗した人はユダヤ人になりますから、DNA は関係ないかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。日本人とユダヤ人の間には、聖書まで遡らなくても興味深い歴史があります。第二次世界大戦中、リトアニアの領事館で働いていた杉原千畝は、外務省の指示に従わないで、約6000人のユダヤ系難民にビザを発給しました。彼らのほとんどはシベリア鉄道を通って満州へ行きました。満州では陸軍中将だった樋口喜一郎が、たどり着いたユダヤ系難民に救援列車を手配したり、上海への移動を手伝ったりしました。彼が助けた人数は2000人とも2万人とも言われています。日本は1919年、世界で初めて人種差別撤廃を国際会議で提案した国です。人種を理由に差別することが当然だった時代です。提案は否決されて、日本は孤立しました。同盟国を気にする政府の指示を無視して、人種を理由に迫害されている人々を助けた日本人は、決して2人だけではありません。2021年、東京オリンピックの開会式では、49年前のオリンピック選手村で起こったテロ事件の犠牲者のために黙祷が捧げられました。11人ものイスラエル人選手が犠牲になった1972年ミュンヘンオリンピック事件です。犠牲者遺族はオリンピックの開会式で追悼することをずっと求めていましたが、約半世紀の間、実現できませんでした。どうしてでしょうか。日本はヨーロッパや中東とは歴史も宗教も共有してこなかった国です。そういう日本だからこそできることが他にもいろいろあるのではないでしょうか。